皆様、本日はですね、じゃん、こちらのせせり、グラム今回108円ですね。こちらを、600グラム用意してるんですけれども、こちらを使って簡単な竜田揚げなんだけど、今回薬味たっぷりで、さっぱりとした仕上げにして、おつまみに最適みたいなのを作っていきたいと思います。今ね、おうち時間が多くてね、宅飲みをね、されてる方も多いと思うので、たまらないおつまみを作っていきたいと思います。はい。じゃあまず今回白髪ネギなんだけど、めっちゃたっぷり用意してほしくて、このまず白い部分ね。これ青い部分はまた別に使ってあげてください。で、こちらのネギを、ちょっと縦に切れ込みを入れて、はい。こんな感じにしたら中にこのね、芯があるんですけども、こちらを取り除いて、このちょうど白い皮の部分だけ、こちらを使って白髪ネギ作っていきます。こちら繊維に沿って縦に切っていきます。適当に重ねてやっちゃって大丈夫。映ってるかな。はい。そしたらもうこんな感じにして、そしたらちょっと水にさらしときます。辛みをね、飛ばすために。はい。じゃあこんな感じでカットしたら、水にさらして10分ぐらいは置いてあげて、そしたら辛みはきちんと飛ぶと思うので、はい、こんな感じ。白髪ネギ。で、お次はこちらのみょうがなんですけれども、これからね、だんだん季節になると思うんですけれども、まずみょうが下のこの、ちょっと汚れてるね、部分、切り落として、で、まず縦半分に。カット。で、今回はちょっと千切り、白髪ネギとかとね同じ感じに合わせたいので、綺麗に千切りにしたいと思ってて、はい。そしたらこのね、わかるかな、ここの根元のこの部分ね、タケノコみたいな部分ね、ここをちょっと切り落とします。三角の部分ね。よいしょ。こんな感じ。この部分はこの部分でまた食べれるんで、千切りにするときにちょっと外しとくって感じですね。この部分が残っているとね、くっついちゃって大きい状態になるんですよ。で、ここは取り除いて、はい。そしたらもうこれ普通に千切りにしていきます。で、みょうがの千切りで、あとここ根元の部分は根元の部分でスライスしてあげて、はい。で、みょうがはみょうがで一応軽く、汚れを取りがてらもあるんだけども、これは 1,2 分ぐらいね、水にちょっとさらしておきます。はい。ではお次、こちらのせせりです。ちょっと肉汁、冷凍のやつだったんで、もともと解凍品って書いてるから、ちょっと肉汁ドリップがね出てるから、ちょっと軽くだけ水洗いします。せせりで、ちょっと水洗いしたんで余計な水分、キッチンペーパーとかね除いてあげて、今回せせりってね、大体この首の骨なんだけど、骨じゃない、肉なんだけど、こんな感じで長くなってるんだけど、特にカットはせずに、しかも今回はね、めちゃくちゃシンプルな味付けでいきます。生姜1かけ分をせせりに入れて、で、ここに味付け塩コショウ、もうちょっとたっぷりめに、お酒大さじ2とみりん大さじ1、これだけで、こちらをちょっとよーく揉み込んで、で、こちらを10分ほどちょっと置いて味なじませます。ではこちら10分ほど漬け込んだやつなんですけれども、今回衣は片栗粉だけですね。で、味付けすごいシンプルなんだけど、今回こちらの土佐酢つけて食べようと思ってて、で、土佐酢は三杯酢にかつおだし、お出汁が効いてるようなお酢で、作ろうと思えば作れると思うんだけど、普通にこういう土佐酢ってスーパーとかに全然あると思うので、用意してください。普通の三杯酢とかと比べてね、酸味がちょっと抑えられてるんだよ。で、片栗粉用意したら、もう先ほどのせせりをポイポイっとつけて、余計な粉を落として、ちょっと一旦取り出して、
なじませます。いつも通りですね。なじませてね、ちょっと水っぽくなった方が衣が剥がれづらくなるので。ただ本当ね、もも胸だけじゃなくて、こういうせせりとかね、部位によって全然味とか食感も変わってくるから、ほんと唐揚げは奥が深いね。今回は竜田揚げだけど。ではこんな感じでどんどん衣つけていきます。でこの間に火つけておいて、温度170度まで上げといてください。で今回は、普通の鶏ももとかよりもね、薄くてちっちゃいので揚げ時間も短くて済みます。カリッと揚がればいいので。で一応ね、2度揚げもちゃんとしますね。ではこんな感じで全部つけ終わったので、油も170度ちょっと超えたぐらいになったんだけど、なったので揚げていきます。はい、いきます。グラム数で言ったらいつもの唐揚げの方が圧倒的に少ないので、なんか本数がたくさんあるからいっぱいある気になるね。はい、ひとまずこれくらいにしとこうかな。で170度でとりあえず本当にちっちゃいから1分30秒ぐらいで様子見ますね。火は本当にすぐ通ると思うので、もう衣をいかにカリカリに仕上げるかって感じですね。最初2度揚げすればね、基本的にはカリカリになるし、最初はもうほんと火を通してちゃんと固まるようにっていう感じの火入れですね。で余熱で通してる間に絶対中から水分がまた出てくるので、その溢れてきた水分を2度揚げで蒸発させてカリッと仕上げるって感じですね。多分今まで俺が作った唐揚げ史上一番シンプルで揚げ時間も早いんじゃないかな。はい、じゃあ1分30秒経ったので、これで一旦取り出します。はい、1度目はこんな感じですね、揚がり方。はい、じゃあ残りもどんどん揚げていきます。では1段階目全部揚げ終わったので、温度180度まで上がったら最後2度揚げしていきます。ちょっとやっぱりほんのりね柔らかくなってるので、これを再度水分飛ばします。多分この時に結構ね跳ねやすいと思うので、やけど注意してね。はい、で最後ね、もうカリカリになるまで3、40秒で大丈夫だと思うんだけど、1分を目安に焦げないようにだけ注意して色を見つつ、あとはもう触った感触でね、おおガリガリだなっていうのが分かると思うんで。でも本当一つの目安として、こんな風にバチバチバチって言ってる間はね、まだ結構水分が出てるので、これが収まり始めたぐらいが多分ちょうどいいぐらいですね。はい、で最初の頃よりちょっと落ち着いてきて、今ちょうどほんと約1分ぐらいですね。で揚げ色もね程よく茶色くなったので、こちらで取り出します。こちらで2度揚げで、せせりのね竜田揚げ完成です。であとは盛り付けて、先ほどの白髪ネギとみょうがをのせて、とさずかけてもいいし添えてもいいしで、実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。白髪ネギとみょうがは余ってるから、今回サムネの関係でちょっと適度にしたけども、山盛りにね本当は持っちゃった方がいいよね。じゃあいただきます。いただきます。まず普通に食べる。塩は一応振りました。最後いただきます。はい、うまい。いい音してるけどうまい。これじゃやいたばい。だきます。やっぱ正直言うとこれだけでも相当うまい。やっぱもも肉とかとはまた違うね。弾力があってそう、全然しつこくないね。うまっ。す
い。ちょっともう俺早速とさずでいっていい？俺もうネギこっちはそっちから取っていいよ。じゃあちょっととさずにたっぷりつけていただきます。いい音。うまっ、めっちゃさっぱりめちゃくちゃうまい。じゃあいただきます。やばいよね。今回はこの唐揚げをすっごいシンプルな味付けにしてるから土佐酢の出汁をすげえ感じられる。みょうがと白髪ネギパーフェクト。もう完璧だねこれ。ちょっっとさ唐揚げに目が行き過ぎて乾杯してなかったんだけど、そう乾杯で乾杯してなかった。うますぎこれはうまい。じゃあ初めてじゃない乾杯忘れるって。食べたすぎて。乾杯。っていうかね、やっぱ朝日のスーパードライやばい。やばい。もうキリッキリ。ちょっともういやすごいわ。めちゃくちゃたっぷりでいはいただきます。美味しそうに食べるねこれさ、つまみ史上俺最高かもしんない。揚げ物ってちょっと忘れるレベルだよね。あと俺みょうががそんなに得意じゃない方なんだけど、みょうががあった方が絶対うまいね。めっちゃ合う。僕も土佐酢をがっつり。うまい。土佐酢のやつが、本当に酸味が苦手な方でもすごいまろやかなんで、むしろちょっと甘い出汁を感じられる感じなんで、酢って感じないんで本当におすすめだと思います。結構甘みが本当に強いカニ酢みたいな感じのね。うまい。音もやばいね。ずっとザックザク。おつまみに最強だ本当に。本当なんかね、俺のイメージ竜田揚げってちょっとべちゃっとしやすいイメージなんだけど、きちんと温度と二度揚げさえしてあげれば、こんだけザックザクになるんでマジでおすすめ。すごい。もう本当にうまい。もう本当にうまいのと、もうこうちゃんのいつものめちゃくちゃ美味しい世界一の唐揚げあるじゃん。あれとはもう真逆の存在だね。本当に軽やかすぎちゃって、あっさり。いやマジで。でもこれはでもお酒のおつまみって感じだね。今この酸味があるからね、お酒が本当に進むと思う。うまい。すごいね。これもう白髪ネギ今回の量じゃ足んなかったぐらいもっとあってもいいかもね。あとみょうがもちゃんと水でさらしてね、辛みとかも全くないし、ない、食感と香り。みょうががめっちゃ好きになった俺これで。だってやっぱ今回せせりを使ってるっていうのもいいんだろうね。そうだね。このなんだろう、せせり好きな方は多分分かると思うんだけど、この程よい弾力ね、もも肉よりも弾力があるよね、なんかね。マジでやばい。ほんまにうまいわ。ちょっと3倍数ちょっと出そう。いやいつもはさ、言うてマヨって言うけど、今回はこれもうお酢とみょうが白髪ネギこれで食べてほしい。多分テンション上がる。うまい。これはうまいわ。でこのさ、まだこの3倍数に今つけてもこのザクザク感よね。たまんない。で軽やかね、とにかく。うまっ。じゃあちょっとそろそろラストぐらいにしとく。了解了解。じゃあこれラストにするか。名残惜しいですが、でも見て、量がもうこれだからね。半分になったからね。いただきます。いただきます。
幸せすぎる。これはうまい、マジで。本場に作って、あと3倍酢、みんな3倍酢じゃねえ、土佐酢だ。バイスは土佐酢の作り方ね。マジで美味しいです。最高だわ。もうほんと幸せすぎた。じゃあ締めますということで、本日はですね、とっても簡単にできるせせりの土佐酢唐揚げですね。また竜田唐揚げでもいいんですけど、一応分かりやすいように唐揚げにしておきますを、こうちゃんに作っていただいたんですけど、本当にせせりの独特の食感、弾力のあるめっちゃ美味しいやつね。これがねものすごくいいっていうのと、やっぱ竜田揚げにしてるんですごく軽やかなんですよね。揚げ物なのにすごい罪悪感がなくて、でこうちゃんが丁寧にね二度揚げしてくれてるので、サクサク感もずっと続いてるし、サクサクさんあとは白髪ネギとみょうがのこのね相方が尋常じゃないです。めっちゃうまいで、土佐酢でさっぱり食べられて、はい、で僕本当にお酢が最近大好きになってきたんですけど、そのお酢が苦手な方でもちょっと甘みの感じられる、優しい柔らかなお酢になってるんで、そういう方にもすごくおすすめなんじゃないかなっていう感じはします、はい、これでお酢がすごい好きになる可能性もあると思うんで、あとやっぱりビールにすごいもう鬼のようにあります、ね、週末にね連休中だと思うんですけども、ぜひ皆さんとっても簡単なので作ってみてください、はい、唐揚げ史上本当に一番簡単なんじゃないかな。下処理含めてこういうのの手間は本当にかかんないんでね、だから素材の味も生きてたしね、はい、という感じでございます。あとはお口が臭くならない、今回の生姜だけだからね、生姜で臭み取りしかしてないから、そうだね、そこもすごく素晴らしいんじゃないかなと思います、はい、ということで本日は以上になりますあんなに綺麗に喋りきったのにほぼ気づかれてないでしょということで以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またねバイバイ